このチャンネルではイギリスより食周りの情報を中心に生活の様子をお届けしています。よろしければチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。はい、皆さんお疲れ様です。今日のビデオはですね、最近作ったお菓子とか食べ物全部をあれこれいろいろナレーションでお伝えしていきたいと思います。最後までどうぞお付き合いください。それからですね、お気づきの皆さんもいるかもしれないんですけれども、動画の、内容とあとサムネイルなどなどちょっと明るくするように心がけてみたんですけど、いかがでしょうか。コメント欄でぜひ感想などお聞かせください。この日はですね、このようにガラムマサラを作っております。カレーの仕上げとか、あともちろんカレー味のものを作るとき、カレーチャーハンとか、ケジャリーって言ってカレーの炊き込みご飯じゃないんだけどあるんですよ、そういうのが。でそういうものを作る時の最後の仕上げとか、あと日本のカレーにも私は入れます。ガラムマサラのミックススパイスがあるんですけれども、それをこのホールでバッグで売ってるんですね、こっちは。でそれを買ってきまして、日本も多分ね売ってますよ、検索したら。でこのように空入りしてパチパチパチってホールスパイスの音が鳴ったら全てをこうやって攪拌するっていう。でそれをジャーに移しまして、いつでも使えるようにしています。でそれが切れたので作っていますね。そしてこの動画に見えるのはフードプロセッサーでやってますけれども、これねすごい大量だったんで初めてこのフードプロセッサーでやってみたんですけど、細かくならない。フードプロセッサーだとやっぱりねミルが必要です、これには。なのでこれやってもちょっと荒くなっちゃったんで、次の動画でいつも使ってるちっちゃいミルがあるんですけど、そちらに移し替えて何回かに分けてやりました。はい、こちらのねこう小さいコーヒー豆とかも砕けるようなグラインダーじゃないとちょっと難しいみたいですね。ちょっと手抜きして大量だからと思ってフープロでやったら刃がもうダメになりそうだったのでこちらに移し替えてやっております。はい、ガラムマサラって粉状のものも売ってると思うんですが、こうしてホールのものを買っておいて使うたんびにねいって、そして砕くっていう方法が一番美味しくて、香りの違いにびっくりするはずですので、もし興味があればぜひやってみてください。日本のカレーにも最後の仕上げに入れると全然味が変わってくると思います。はい、そしてこちら辛ラーメンをランチに食べております。3分温めるだけということで、これは前日に作って余っていたきゅうりの酢の物ですね。それを一緒にお供に食べております。かなり辛いんですけどすっごいハマりますよ。これは日本でも売ってるんでしょうかね。イギリスではかなり人気のインスタントラーメンです。でこれがね辛すぎるので、うちの三男がまだ、中学校入ったばっかの時ぐらいかな、その時は豆乳とかね牛乳を沸かして入れるんですよ。そうするとすごくマイルドになって美味しいです。でスープを一気に飲むとむせるぐらい辛いです。でもねすごく美味しいので、もし見かけたらぜひ皆さんも買ってみてください。はい、そしてこちらはですね、三男が学校から帰ってきてお腹空いたっていうので、何食べたいって言ったらピザっぽいものが食べたいって言うんですね。でピザなんかないし、で戸棚にお正月からずっと余ってる餅があったんで、餅をこのようにブロック状に切りまして、でチーズとトマトソースをバーッと上にかけてエアフライヤーで5分ぐらい焼いたんですね。でそしたらめちゃくちゃ美味しくて、もう私も作って食べたくなるぐらい美味しかったんで、もしお餅が余ってる方はぜひやってみてはいかがでしょうか。はい、とっても美味しかったです。マイクランゴン早くうまっ、うますぎる。早くちょうどいい。
はい、この日の夕飯は、さつまいも切ってますね。家にある余り野菜とかをとにかく天ぷらにしてあげちゃって、でとりあえず麺類を茹でる、そうめんならそうめん、そばとかうどんとかっていうのって結構やりません？でそれはね、それだったらこちらでも結構簡単に作れる和食の一つでもあるので、でまたこのさつまいもがね結構美味しいんですよね、このオレンジのやつで。もちろん日本のやつにはかなわないんですけど、このオレンジのねかぼちゃとなんかさつまいもの半分半分みたいな感じの味なんですが、でこれが結構好きで、うちの子供が。なので、さつまいもと、あと何をやったかな、あと人参ですね。人参切ってます。もう本当に大したもんが何にも冷蔵庫になくって、この日とりあえず人参とさつまいもで天ぷらっていう感じですね。はい、そしてざーっともう一気に1個のボウルに入れまして、その上から粉を振りかけて、でボウルをこう振るような感じで全体的に粉をまぶしていますね。でなんて言ったってもう大量にみんな食べるので、もうこういう風にしていかないと一個一個粉をはたいてなんてやってたら夕飯作り終わらないんでね。でもこのぐらい大きいボウル持ってると、たくさんのものを揚げるとき粉をはたくのすごく便利なので、このやり方おすすめです。はい、そしてね、もうお客さんが来てあげるとかじゃない限りね、あと料理教室とかね、もうとにかくそういうんじゃない限りは、もう家でやるときにはもうレシピなんて見ないでじゃんじゃんやりますよね。なので基本的にはお水は冷やしておいた方がいいんですけど、急いでる時氷入れちゃったりとかして、で粉も冷やしておいた方がいいんですよね、天ぷらは。なんですけど、もうすごい急いでるから粉と最初に卵とお水混ぜといて、で粉をこう徐々に入れていって、まあこれぐらいかなみたいな硬さまで見て、であとね日本酒をちょっと入れたりとか、あとお酢をねちゃらっと入れると結構カラッと上がったりします。はい、そして菜箸で温度を確かめて、ちょっと天ぷら粉を落としてみて、一番下にちょっとつくぐらいで上に上がってきたら170度から180度ぐらいなんで、揚げるのに適した油っていうことになります。はい、そしてもうねじゃんじゃん揚げていっちゃう、いつももう急いでるんで、もう適当に5、6個ずつも衣もじゃんじゃんつけちゃって揚げていきます。はい、それからね冷凍にあったエビも揚げてますね。これはですねコストコで買った冷凍エビです。尻尾がついているタイプで、背わたとかは取ってあるタイプで、これが一番美味しい気がする。これのもう一個下のやつ、エビがもうちょっとちっちゃいんだけどエビの数はたくさん入っているタイプだとあんまりエビの味がそんなしないんですよね。でこのタイプだとエビの数は少ないですけど、しっかりプリプリしたエビなので、これをいつも買ってますね。で尻尾も食べる派なので、こうやって真ん中のところに生えているすごい硬い針みたいなやつを取って、でちょっとだけ全体をカットするって感じですかね、下処理としたら。でこのエビちゃんと背わたとかは取られてるんですけど、尻尾残す場合はいいんですけど、カリカリ焼く場合って全部食べちゃった方が美味しいから、この処理をすると美味しく尻尾までいただけます。それとシーフードの基本中の基本、下処理をして揚げる前にはしっかりと水分を拭いてから揚げることにします。はい、そしてエビの方も粉をまぶしつけてから衣をつけてじゃんじゃん揚げていきます。
はい、麺類は今日はうどんでいただくことにしました。冷凍うどんをさっと湯がいて2本ぐらい冷凍を解凍するみたいな感じですね、お湯の中では。そしたらもうすぐスープの中に入れるっていう感じ。そうするとちょっとスープの味もうどんの中に入って美味しいので、いつもこのやり方です。That's awesome. So look, you're good at doing that, mate. You're good at doing the assignments. That's good. But get this accommodation sorted out. All right? Good man. All right. I'm gonna go now. But look, we're having some udon, tempura udon. I'm sorry, that's what we're having. But you had Korean barbecue, so enjoy. Of course. All right. Look, I'm gonna go. What do you reckon? Is my beard getting good? Yeah, growing a beard, mate. You're growing it, mate. I'm doing it. We're happening. Look at that. Mum's very much in favour. Definitely better, isn't it? Yeah, I'm doing it. This is great. 今エビ処理したからここも食べれるよ今日。ここも食べれるように切ったから全部食べるけど。Uh-huh. Jumbo. 食べるよ。切ったから。Delicious. My reactions are strong. She doesn't feel scared. That's it. It's all unreal to her. I think Cookie just just jumped and then went backwards because of how scared she was. Though. She's not gonna like you right now, man. She does not want to talk to you. Like she doesn't even. She doesn't. She's high, isn't she? She doesn't recognize you. There's no recognition of.
about it, but I read a little article. It's in Liverpool this year, Oh, quite new. and because of that, they had to change one of the football games around. The Man City game was going to be today, but they couldn't hold a big match and the Eurovision Song Contest in Liverpool because it was Everton, you see, because they'd be panicking. And also, all the railways are on strike today, even though there's the Eurovision on. So nobody can travel Oh my to god. get to the Eurovision Song Contest. They've done it on purpose, the bastards. So it's apparently total chaos in Liverpool right now. Wait, they can't Well, go there. well, not very easily, not on the train, because none of the trains are going. So if you've come from like... Some contestant. It's made it worse. Yeah, when it's cool, I think it's better. I got it, Yeah. it condenses.